こんにちは、みなんとろです。今日はですね、こちらの、自分のキーボードを可能な限り静音にする方法について動画を作ろうと思います。配信者やよくボイスチャットしてゲームしてる方、自分のタイピング音気になりませんか？キーボードのカスタマイズをすることで、静音化、つまり静かにすることっていうのはできるんですけれども、もしかしたらね、そういう作業をするのが難しいと思ってる人が結構いるのかなって思います。でも、実はね、ただ取ったりつけたりするだけでとても簡単です。これも、例えばですね、これは NewFi の Halo65 という、ものを購入してキーボードを使っているんですけれども、もし気になる方がいたら、Halo のキーボードの、紹介をしている動画があるので、別の動画で見てみてください。これもね、いろいろキーボードを組み替えていて、こちらのはゲーミングキーボードというような、メカニカルキーボードなんですけれども、これを中心にですね、これを使いながら、特にゲームする方、配信しながら声を載せるときに、キーボードのカチャカチャ音を配信に載せたくないとか、そういう人向けの動画です。もしね、自分個人で使うんだったらもっとクリッキーな、楽しい音とか、いいと思うんですけれども、静音が好みな人から、ゲーム使う人を中心に、今回の動画が参考になればいいなと思います。それでは、どうぞ。はい。まずはですね、ゲーミングキーボードを用意してください。いかにね、自分のキーボードを静音にするって言っても、静音にできるものとできないものがあります。それはね、もうしょうがない。例えば、ノートパソコンのキーボードを静かにしたいっていうのを、もしかしたらできるかもしれないんですけれども、私はちょっと存じ上げないので、一般的なね、ゲームするような人が持っているようなゲーミングキーボードを用意しましょう。ゲーミングキーボードっていうのは、主にスイッチの動き方、このボタンを押した時の反応の方法がメカニカルっていうものか、オプティカル、光学式で、光で、反応しているものかっていうのが、中心だと思います。ゲーミング以外だとパンタグラフですとか静音接点式などなど、キーボードの種類はありますが、そういうのはね、大体ゲーミングというものではないかなって思います。で、ゲーミング用のキーボードでは基本的にキースイッチというこの中に入っているものですねと、キーキャップ、この上の12345とか書いてあるこのキャップですね、この白い部分、これを取るとね、こういったもの、これが、キーキャップというもので、この下に隠れているものがキースイッチというものです。今回私はゲーミングのキースイッチのチェリーというものを使っています。チェリーというのは会社の名前ですね。チェリーという会社が作っているチェリー MX ピンクジックを私は使っています。この2つがね、基本的には大きな音の差を作るかなって思います。あとはですね、これ見えるか分かりませんが、この静音リングってやつですね、このキーキャップの中に入れます。シリコンでできてるやつなんですけれども、結構安価で買えて、だいたいね2個とか、くっつけてここに差し込むことで静かになります。キーボードの音をうるさくしている理由は、大体はですね、プラスチック同士の音とか機械的な音がぶつかり合っている音なんですね。なのでシリコンなどを敷いて、基本的にはその摩擦を少なくして音を和らげるっていうことをする必要があります。こういう風にカスタマイズするためには、まずカスタマイズが可能なキーボードを買う必要があります。今回ご紹介するのはカスタマイズできないやつでも、できることも少し紹介するんですけれども、もしこだわりがあってもどうしても静かにしたい、最初から静かにしたい、これからキーボードを買う予定があって静かにしたいなって思ってる人は、ホットスワップというタイプのキーボードを購入していただくと良いと思います。で、カスタマイズが前提でできているような機種としては、こういう Halo65 のようなプレイビルドキーボードというのも買わなければなりません。自分でもカスタマイズとかしたくないっていう人については、もう一番大事なのは静音のキースイッチを買うっていうことですね。
カスタマイズするのであればホットスワップができるようなものを選ぶ。その2つが基本的にあれば、結構後でね、音を変えたい、キースイッチを変えたいっていう場合でも大丈夫だと思います。まず、一番大事なキースイッチを選ぶ方法なんですけれども、いろいろ探したらね、出てきます。結構この世界にはキーボードの音ASMR の動画を出してる人が結構いたりするので、そういうので音の比較をしてみたりね、動画ではよくわからないその音の強弱、音量の強弱については、やっぱ店舗に行って、触ってみるのが良いかなと思います。そうですね、秋葉原とか。あとはゲーミング系のイベントとか行くとたまに触れたりしますね。この間行った、ライオットゲームズ1のイベントでも、ダッキー1のキーボードを触ることができました。で、これは軸によって違うんですけれども、私が買ったのは静音のレッド、通称ピンク軸、あるいは静音赤軸というものを買いました。これはチェリー MX ってやつですね。押していてとてもいい感じです。はい。ね、ゲーミングにすると一番反応がいいって言われてるのが赤軸って言われてるんですけど、この静音赤軸は、チェリーの会社の中の話で言えば、一番静かかなって私は思いますね。結構新しい軸だと思います。そういったものでね、変えることができるかなと思います。で、私が使っているのは今はチェリーなんですけれども、この、キーボードはもともとはガテロンという会社のキースイッチが入っていました。ガテロンもね、すごいいいんですね。すごくいい会社で。チェリーはね、歴史がある昔からの会社って感じなんですけれども、ガテロンは結構最近の、会社です。ガテロンもいろいろ色はあるんですけれども、基本的にはチェリーと同じような形で、赤がゲーミングのもの、確か黄色かなが、静音の軸だったと思います。なんかね、私はガテロンの静音のキースイッチの比較動画見たんですけれども、ちょっとなかなかね、手に入らないガテロンのキースイッチは。今後ね、これ動画見る人がいて、もしかしたら日本でもね、簡単にガテロンのキースイッチ安く手に入るかもしれないけど、私が今この動画を作っている時点では、なんかいろいろある素晴らしいガテロンのキースイッチの中で、なかなか買いにくいスイッチっていうのは結構あります。例えば、ナイトブリーズとか、ローズグレイシアとか、ベイビーカンガルーとかいうのもありますけれども、これはどちらかというと音が可愛い。はい。いろいろありますね。チェリーは他にも、クリッキーな音だったら、ブルーの軸とかありますよね。チェリーのキースイッチの音の比較は、チェリーの公式ホームページで聞けるので、それが一番ね、頼りになるかなと思います。それを開くといいかもしれません。おすすめです。二つ目なんですけれども、二つ目はね、静音リングの利用ですね。先ほども少し言及しましたけれども、キーキャップにはめるシリコンの輪っかをはめるだけで結構音が静かになります。これはね、どういうキーボードでも大体メカニカルとか、こういう、なんですか、キーキャップが変えれるタイプのキーボードだったら、できると思います。これはね、全然誰でもできることかなと思います。静音リングについては、2個重ねるだったり3個重ねるとかあると思います。私はね、キークロンを前 K6 使っていたんですけれども、その時は結構音が出るので、リングをね、3個使っていました。3個リングをはめてギリギリ音が鳴るかな。音というか反応してくれるかなという感じでした。このヘイローでは、ちょっと3個つけるとね、もうキーボードが反応してくんないんですよね。キーボードが反応しないから、2個つけています。特にね、反応しにくいところは、1個にしたりとか、ちょっと調整しています。実際にはめるときにね、打ちながらこれでいいかなとか、自分で考えてみて、はめてみてください。で、3つ目としては、良い質のキーキャップの利用ですね。正直これはあんまり変わらないかもしれないんですけれども、材質によって変わるっていうのは本当ですね。はい。例えば最近だと見たものの中ではセラミックっていうのがありましたね。結構重そうな音、コトコトっていう感じの音がしますね。で、普通ならダブルショットの PBT というものを選ぶのが多いと思うんですけれども、
基本的にこれでいいかなって思います。ダブルショットっていうのは、その名の通りダブルでショットしてあるんですね。文字の色を。文字だけじゃなくて、この色全体、この白だったら白のキーキャップを作るために出している色をですね、2回塗っている、マニキュアと一緒ですね。4つ目なんですけれども、ルブ塗りですね。ルブ塗り。これはね、一番存在感がないけど、逆に言えばね、これは結構誰でもできる部類ではあると思います。製本リングの次に、取り組みやすいものかと思います。これは潤滑油をね、キースイッチの中に塗るっていう作業なんですね。チェリーだったらこの隙間にね、赤と黒の隙間の摩擦で、この音が摩擦することで音が鳴る場合があるんですけれども、ここに潤滑油を塗ることで音を下げることができます。これはね、結構 Amazon で、すぐ買えて、そんなに高くないのでおすすめですね。これで結構スムーズに音が出るようになったと思います。専用リングはね、すごく安価で、安いものだとメルカリとかで500円とかで買えるので、ちょっと気軽に試してみてもいいかなって思います。で、最後なんですけれども、シリコンやスポンジを中に敷くっていうことですね。これは結構高難易度です。この効果は高いんですけれども、キーボードを壊す恐怖心とも戦う必要があります。このヘイロー、ニューファイのヘイローは実はシリコンのシートがね、もう中に入ってるんですね。だから、静音なんです。こういったものだったり、キーボード同士の余白の部分でも、結構マットな素材なんですね。これね、このニューファイのシリコンが敷いてあるもので、これでね、すごく静かになっています。ちなみにこれはニューファイで付いていたスペースキー専用のスペシャルなキースイッチなんですけど、これがすごい音がいいですね。私が買ったのはここは全部赤軸だったんだけど、このスペースバーだけね、スペシャルな特別なキースイッチが入っていました。シリコンやスポンジを中に敷くっていうことはですね、できます。余白部分にですね、自分で頑張ってシートを敷くっていうことをする必要があります。シリコンやスポンジのシートなんですけれども、シリコンのね、シートは結構探すの難しいので、スポンジだったらエヴァフォームっていう、簡単に言えばスポンジシートなんですけれども、コスプレの創作で使うようなもの、コスプレイヤーの皆さんならわかるかもしれません。そういったものがダイソーに売っているので、それを買って、つけることになります。だいたい厚さはですね、2ミリぐらいかな ?2 ミリ以下がいいかなって思います。ちょっと私自身はそれやったことないんですけれども、結構危ない作業ではあるなって思います。以上が、キーボードを静かにする、1、2、3、4、5、6個の方法です。何か一つでもやり残した方いらっしゃいませんか？静音を極める方、ぜひやってないことをやってみてください。他にもゲームとかいろいろ動画を出しているので、動画とかイラストとかの動画を出しているので、よかったら見てみてください。それじゃあ、バイバイ。